じ言語だとちょっとやっぱ通じないことがあるんですよ。そうですね、確かに。考えとか感情イメージをどう言葉で表現するか、クローズドクエスチョンにしたわけですよ。でもそういう人見てイラッとするわけですよ。言葉の解釈を意味を間違えてくれた。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もお願いします。お願いします。今日の悩みがですね、ビジネスシーンにおいて対人に対して僕が思ってることをうまく伝えれないとかっていう場面が結構あるんですよ。どういうことなのみたいな。人の話聞いてるみたいな。ちゃんと自分の頭に整理して発言してねみたいな。そういうこと言われるシーンが結構多くて。初歩的な質問で恐縮なんですけど、うまく対人に対して自分の意見を伝えるとかっていう場合にどういう風な頭の中で整理をして人に伝えたらいいのかなっていう、すごい初歩的な質問でちょっと申し訳ないんですけど、今一番の大きな悩みなんで。なんかそれはあれですかね、こう言語化みたいな話と、多分伝え方、これ似て非なるというかちょっと趣旨が違うと思うんですけど、なんか言語化みたいな話なのかなと思ってて。まさにそうだと思います。そもそも言語化って思考を整理してもう明確な言葉にすることみたいな感じだと思うんですよね。だからこう頭の中にある考えとか感情イメージをどう言葉で表現するか、そして相手に伝わるようにすること、単に話すこととか書くことじゃなくて、とにかく思考を整理して構造的に伝える能力みたいな感じなのかな。言語化をしたい目的としては自分の考えを明確にして、論理的に整理することなのかなと思うんで、基本はですね、前提としてはやっぱりその自分と相手若干能力というか今までの経験もそうだし価値観とか違いでずれちゃうことあるんですよね。だから僕はですけど、質問はなるべくシンプルにするようにしてますよね。ただシンプルになりすぎて浅い質問になっちゃう時あるんですけど。なるほど。だから例えば僕も経営者と喋るときに、その経営者のレベルによっても人それぞれ使う言葉が変わったりとか、使い分けてるんですね。経験とかいろいろあるので、それをすごく感じるわけですよね。だから経営者と話すときと、例えば従業員、それこそ言い方は悪く言うと、新卒の学校このまで通ってましたみたいなことを話すとき、同じ言語だとちょっとやっぱ通じないこともあるんですよ。そうですね、確かに。ってなってくると結局汎用できるのはなるべくシンプルにして簡単な言葉にすることがやっぱりいいのかなとは思うんですけど。シンプルってどれぐらいシンプルな質問なんですか？シチュエーションにもよると思うんですけど。そうですね。なんだろうな。例えばですけど、やりたいやりたくないとかイエスノーとか。もうそんぐらいシンプルに。質問っていろいろ種類があると思うんですよね。例えばですけど、質問ってオープンクエスチョンとクローズドクエスチョン。なんか聞いたことあります。話があって、オープンクエスチョンっていうのは答えのない質問ですよ。これが有効なのはコーチングするときとか考えさせたい時ですよね。答えがないんで。クローズドクエスチョンはもうイエスかノーか A か B かみたいな。要はクローズドなわけですよ。だから答えがもうある意味二択みたいな。でビジネスの中においてはとか問題解決においては基本的にやっぱりそのクローズドクエスチョンでしてくる人も多いし、するべきなんですよね。これっていうのはやっぱ相手の時間を奪うことにオープンクエスチョンになるんですよ。こちらも答えるのに時間使ったりとかするので、基本ビジネスの世界ではクローズドクエスチョンが求められますよね。クローズドクエスチョン。だからシチュエーションにもよるんですけど、例えば上司とか同僚とか、仕事の中でのやり取りに関しては基本クローズドクエスチョン、特に上司とかは、だけど部下に対しては割とオープンクエスチョンの方が有効な場合も多いかなと思うんですよね。育成とかそういう観点なるほど。だからとにかくオープンクエスチョンを考えさせたいとき、クローズドクエスチョンはとにかく結論がすぐ欲しいとき。だから一つは例えば上司に相談みたいな話とか、基本的にクローズドクエスチョンになるように考える。なるほど。
例えば、極端な話、これをやりますか、やりませんか。はいはいはい。この場合 A ですか B ですか、うんみたいなね。で上司からしたらそれ楽なわけですよ。こっちって言えばいいだけなんで。なるほど。やる、やらない、A、Bって言えばいいだけなんで。は上司の時間を奪わないんですよね。そっか。じゃあ仕事においての言語化っていうのは、基本的にそのオープンドクエスチョンかクローズドクエスチョンか、どちらかに分類される。まあ仕事じゃなくても大体そうですけどね。あその分類でいくとその2つですよね。なので、そう、上司とか何か仕事での判断を仰ぎたいときとか、はい、答えが欲しいものに関しては、はい、徹底してクローズドクエスチョンにした方がいいですよ。はい。でもなんかそれ意識すると結構頭の中での整理がつきますね。そうですね。クローズドクエスチョンは端的であるべきなんですか？はい、端的であるべきです、ね。そっか。じゃあ、モン社長は、そこのオープンドクエスチョン、クローズドクエスチョンっていうところは常に意識しながら質問するときも考えてる。まあ、そんなに厳密に考えてない。でも仕事はでも基本的にクローズドクエスチョンになってるんですよね。だって時間に限りがあるから。そっか。問題解決をしに行ってるから。なるほど、ね。これどっちですかってやっぱ聞く方が多いじゃないですか。面白いですね、その思考。まあ、相手のだから意見とか考え方を引き出したいとき、自発的な発言を促すとか、アイデアが欲しいときとかはもうオープンですよ。なるほど。とか、事実確認や意思決定するときは明確な答えが欲しいとか、次のアクション決めたいんだからクローズドクエスチョンですよ。なるほど。じゃあこういうインタビュー形式のなんかこう対談動画みたいなのは基本的に僕はオープンドクエスチョンの考えさせるんだったら考えさせる。結論が欲しいんだったらクローズですよね。なるほど。すごい理解できました今。なるほど。そういう観点なんですね。だからフィードバックを求めるときとかは、オープンクエスチョンになっちゃうのかな。なるほど。言語化っていう言葉で言うと、それこそ本当僕はモン社長とこうやっていうふうに撮影を日々やらさせていただいてますけど、やっぱすごいなって思うんですよ。一つのテーマに対して3、40分ぐらいずっとフリートークしていただいてるじゃないですか。そんなのは僕からしたらありえないことだし、常人にはできないだろうなって思ってますね。そうですかね。ただ話が長いだけの気もしますけど。いや、的確なことも言っていただけるし、そこのなんか、モン社長の頭の中をちょっと見てみたいというか、どういう構成を頭で組んで喋ってるのかなっていうのも気になりますよね。いや、言いたいこと言ってるだけですけどね。ちょっと話取れちゃうかもしれないですけど、なんか例えばですよ、僕はすごいイラッとするというか、嫌いというか、例えばですよ、裁判になりますと。何か問題があって。で、大体、弁護士とか頭のいい人ってこういうわけですよね。この裁判の判例は、この類似はこうなりますんで負けます。勝ちます。だからこういうパターンの裁判は負けると思いますよ。勝つと思いますよ。とか。こんな感じの会話あるとするじゃないですか。いや、でも、わかりますよと。統計的にそっちが多いのはわかりますと。これ事実であるからと。だけど、一人一人の人生も一人一人で違うように、このプロセスは一つずつ違いますよ。もしかしてこの途中のプロセスが1個 A だと思ってたのが B だったら、この判決ひっくり返るかもしれないじゃないですか。それが考えられないんだったら、そもそもだって裁判なんかやる意味ないじゃないですかと。だってもうこういう判例はこうなると決まってんだったら。確かに。そうです。だからその一つ一つ物事にはプロセスがあって、例えば一見見たところ、結論はもうこうだよって出てるところに対して、でもプロセスを例えば10個通過してるとしたら、1個でも違うプロセスが入った時に答えが変わる可能性ってあるんですよ。だからなんだろうな、僕が学校行かない根本の原因の一つもあると思うんですけど、行かなかったね。だから数学はしょうがないんですよ。絶対答えが誰によってもブレないから、決まってるから、でもその他のことって色もそうですよね。例えばね、何色と何色混ぜたら何色になるよってことあるけど、そこにまた違う色を突っ込んだらまた違う色になったりとか、一応パターンでしかないから、それは、パターンで出せると思うんですけど、だから一つのもとに関しても結論こうだよって決めきるのは、解像度がまだ高くない課題とか問題だったら、いくらでもプロセスによって変わりようがあると思うんですよね。
確かにそうですね。だから例えば人ってこういう人だよねって決めつけるよくあるバイアスみたいな話。はいはいはい。そんなのもバイアスがあったとしても、そうじゃないことは死ぬほどあるじゃないですか。確かに。こういう人はこうだよねって血液型とかそう思うんですよ。A 型ですか B 型ですか O 型ですか AB 型ですか。人間4つに分けるのその簡単なことないわと。その極論ね、4つの血液型しかないけど、世界6、70億人が4つに分類なんかできるわけないじゃないですか。だけど血液型こうだったらこうだよねっていう人いるじゃないですか。そういう人見てイラッとするわけですよ。何言うとんねんと。確かに。A 型はこういう人だって決めつけたい人は浅はかというか。確かに簡単に言う方が楽じゃないですか。ビジネスでもやっぱりこう結論が求められるんで、パーンと結論出す人多いんですけど、そうなんだけどその裏にはそれだけじゃ決められないものもいっぱいあって、確かに複雑なプロセスとか、ね、何かが絡み合って、この答えが出てるわけだし、その答えを生んでいくわけだから、ね、そういう方をこう考えたりとかしてると、一つの言葉でも物事でも、なんかいろいろ読み取ってくると違う見え方がするというか。なるほど。どうなんでしょうね。門司社長のそういう思考回路というか考え方って結構日本だと特にちょっと得意というか、日本人って、僕も含めてそうなんですけど、やっぱ血液型とか、最近で言うとその MBTI 診断でしたっけ、性格診断みたいなのにすっごくこうのめり込んで、 A 型はこういうタイプだから、あなた A 型はじゃあこういう人だねみたいな、なんかこう型にはめたくなるんですよね。でも本当に今おっしゃる通りで、物事にやっぱプロセスがあって、A 型の人でも生きてきた環境も違えば性格だって全員違うわけだし、そこをなんかどうしても僕もそうなんですけどね、やっぱちょっと型にはめたくなっちゃう、それってなんか学校教育からそういう風になっちゃったのかなとも思うんですけど、正解を探したくなるみたいなのは確かにありますね。なんか僕がいろいろ一つのテーマでなんかほじくって喋れる理由は、違う視点とかいろいろ考えちゃうから。すごいですね。掘れば掘るほどいろんな見方ができるから。そっか。同じ日本人でも、価値観が同じように思えてるような人でも全然違うなと思うことってたくさんあるんですよ。これを言うと言語化をなんかひっくり返すことになっちゃうんですけど、子供の友達というか小学低学年の子がこんな会話してたんですね。こいつさと、コーラ飲んで辛いって言うんだよ、味覚おかしいよねっていう会話してたんですよ。普通の人はコーラが辛い？お前頭おかしいんじゃないの？舌おかしいだろって笑いながら喋ってるわけですよ。僕思ったんですよ。これはコーラは舌がおかしいんじゃなくて、もしかしたら辛いという言葉の解釈が違うのかもしれない。分かんないですよ。真実は分かんないですけど、炭酸水をバッて飲んだ時に、痛いというか辛いというか、なんかあるじゃないですか。これを辛いと覚えてしまったんじゃないかって。なるほど。面白いですね。もしかしたらこれそうなんですよ。言葉の解釈を、意味を間違えて覚えたかもと。だって人間として辛いってエビデンスないじゃないですか。確かに。辛いという言葉に対しての何に使ってるかってエビデンスって取れないんですよね。確かに確かに。例えば僕らが辛いって言ってるのって、じゃあわさびとかキムチとか、唐辛子とか、そういうもの食べて、こういうのが辛いんだって言ってますけど、この辛さを表現をしろって言われた時に言えないですよ、多分ね。言えないですね。だからそれが辛くて痛えなのか、炭酸飲んだ時同じ感覚でこれを辛いというふうに認識したのかもしれないと思ったんですよ。全然あり得る話です。こういう話って多分細かい話いっぱいあるんですよね。大人であっても、例えば僕もよく言う、いろいろ紐解いて質問をしていくと、全然使ってる言葉の意味違くない俺とっていう人いっぱいいるんですよ。細かいんですけどね。それこそ頑張ったっていう言葉の価値観も全然違う場合があるんですよ。好きとか嫌いもそうだし、愛とか感動もそうだし。そうっすね。なんなら友達っていう概念も確かに人によって価値観違うから解釈違ったりするんですよ。確かに確かに。だからもうその解釈がずれてると、どんだけ言語が綺麗にしても、自分が伝えたいことは伝わらない可能性があるんですよ。その視点は本当に面白いです。確かにそうですね。だって親友なんて言葉の定義なんて本当に千差万別じゃないですか。そう。だって漢字書いたら親しい友達でしょ。どっからが親友やねんみたいな。それはこっちが主観で決める話じゃないですか。1年間で100回以上あったから親友ですって。そんなこと言う人いないでしょ。だから、言語化は大事。要は、
冒頭に言ったように思考を整理すること、はい、で明確な言葉にすることとか、そういう意味では大事なんですよ。当然ビジネスやってる以上も、人と付き合う以上も、思ったこと、言いたいことを言語化するっていう、伝えたいことを言語化するっていうのは非常に重要なことです。しかしながら、それも頑張る一方で、いくら言語化しても、その言葉の定義がずれていたら伝わらない。ってことですよね。だからこれに答えは今僕はないんですけど、突き詰めて両方追求していくしかないんですよね。ってなってくると、冒頭にこれも言った、相手がどういう背景があってどういうレベルで、っていうのも考えながら何を言いたいんだろうなと。何を聞きたいんだろうなとか、何を言ったら入るんだろうなとかっていうのを常々やっぱ考えるんですよね。だから何を言ったかっていう、何は言語化ですごい頑張りますけど、結局何を言ったかではなくて、どう思ってもらいたいか、何を伝えたらいいかとかっていうのを考えたりとか、向こうが何を言いたいんだろうなってやっぱ考えることがめちゃめちゃ重要なんだなと思いますね。いや、本当間違いないですね。面白いし、ありがとうございます。まとめですけども、言語化の目的っていうのは、思考を整理し論理的に伝えること。ただ言葉の解釈の違いを考慮しなければいけないかなと。相手の視点、そういったものを意識すると。結論も大事なんですけど、本当の意味で伝えるっていうことは、結論を急がず、多角的な視点で考える習慣っていうのも大事ですと。何を言うかだけでなく、どう伝えるか伝わるかにも注力できたら、より人に何か伝えることができるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになります。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。